いやー、SF 映画だけの話だと思ってたヒューマノイドロボットがもうすぐそこまで来てるんですよ。私たちの家に。今回はその一番手とも言えるネオっていうロボットについて、これが一体何者なのか徹底的に見ていきたいと思います。まずはこの世界初の家庭用ヒューマノイドネオって一体どんなロボットなのか、そのすごい設計から見ていきます。次にそれを動かしている AI の仕組みですね。そして最後にはテスラなんかも参戦しているこのロボット開発のもうめちゃくちゃ熾烈な競争の全体像に迫っていきます。家事を手伝ってくれるロボット、もう何十年も夢のまた夢みたいな話でしたよね。でもついに一社がその夢を僕たちみたいに普通の人が買える製品として世に出そうとしてるんです。ちょっと想像してみてくださいよ。2026年、家に帰ったらロボットがいてめんどくさい家事を全部やってくれてる。そんな未来がもうもしもの話じゃなくて、すぐそこの現実になりつつあるんです。はい、その主役がこのネオです。開発したのはノルウェーの 1X テクノロジーズっていう会社で。も本当にすごいのはあの AI のトップランナーオープン AI がバックについてるってことなんですよ。まさに 1X の CEO が言ってる通りで、これも研究室の中だけの話じゃないんです。2026年には出荷が始まる。僕らが普通に買って家に置いて触ることができる。そういう本物の製品になる。これがとんでもない転換点なんですよね。さて、じゃあこのネオ、具体的にどんなロボットなんでしょうか。なんで今まで見てきたロボットと全然違うのか、その中身を詳しく見ていきましょう。まずスペックを見てみると、身長は165センチ、まあ人間と同じぐらいですよね。で、重さがたったの30キロ、これめちゃくちゃ軽いんです。そして驚くのが値段。購入だと2万ドル、リースなら月々499ドルから。つまり新しい車を買うくらいの感覚で、史上初めて一般家庭向けのヒューマノイドが手に入る時代が来たってことなんです。よく見る工場のロボットって重くてなんかゴツゴツしてますよね。でもニオは全然違う。見てください、このデザイン。まずとにかく軽い、たった30キロ。それに体は柔らかいニットで覆われていて洗濯もできる。動きもすごくしなやかで、何かにぶつかっても力を逃がす設計になってるんです。しかも冷蔵庫より静か。もう徹底的に家庭での安全を考えて作られてるんですね。じゃあなんでそんなにしなやかに動けるのか。その秘密がこのテンドンドライブっていうシステム。これ従来のガチガチのモーターじゃなくて、人間の筋肉とか腱みたいな仕組みなんです。だからぶつかった時もカチンと固まらずにふにゃっと力を受け流せる。これがさっき言った安全性と軽さのまさに心臓部なんですね。そして見てください、この手。片手だけでなんと22もの関節が自由に動くんです。これだけ器用だから洗濯物を畳んだり、ドアノブを回してドアを開けたり、僕らが日常でやってるような細かい作業もちゃんとこなせるように設計されてるわけです。でもこれだけ複雑な動きを2026年にもう実現できるってどういうことって思いませんか？実はその答えは AI と人間が協力するっていうものすごくクレバーな方法にあるんです。ただここで一つすごく大事なことがあります。ワーネクス社もはっきり言ってるんですけど、2026年の時点で何でもかんでもやってくれる完璧なロボットメイドが届くわけじゃないんです。まだ AI はいわば赤ちゃんで学習の途中だからです。そこで登場するのがテレオペレーションっていう仕組み。これは AI がこれどうすればいいんだろうって困っちゃった時に、遠くにいる人間のプロのオペレーターがリモートで操縦して助けてあげるんです。で、ここからが重要なんですけども、その人間の動きを AI が全部見て学習する。つまり人間の先生がつきっきりで教えてあげるようなものなんですよ。なので2026年の時点では、例えばドアを開けたり簡単なものを取ってきたり、そういう基本的なことは自分でできます。でも散らかった部屋の掃除とか繊細なものを扱うとか、そういう複雑なことはまだ人間のオペレーターの助けが必要になるということですね。でも勘違いしちゃいけないのは、これがゴールじゃないってことです。これはあくまでスタート地点。ここから人間の操作をどんどん学習して、2027年には半分くらい、そして2029年にはもう 90% 以上を自分でこなせるようになる。そういう成長のロードマップがちゃんと描かれているんです。さて、ここからはちょっと視点を広げてみましょう。X は家庭向けという新しい市場を開拓してますけど、実はこれもっと大きなテクノロジー業界全体を巻き込んだめちゃくちゃ熾烈な世界的な開発競争のほんの一部なんです。その競争のど真ん中にいるのが、そうテスラともう一社フィギュアという会社です。でも彼らは 1X とは狙っているところが全然違う。彼らがまず目指しているのは僕たちの家じゃなくて工場なんです。この競争がいかに本気か、イーロン・マスクのこの言葉を見ればわかります。テスラの価値のいずれ 80% はオプティマスになるだろうって。つまり電気自動車よりもこのロボットの方が会社のメインになるって言ってるんですよ。とんでもない話ですよね。しかもこれただのビッグマウスじゃないんです。もうすでにテスラは自分たちの車の生産ラインをこのオプティマスを何千台も作るために改造し始めてるっていう報道まであるんです。本気度が違いますよね。そしてライバルのピグルはなんともうその先を言っています。
彼らのロボットはもう研究室を飛び出してアメリカにある BMW の工場で24時間体制で実際に働いてるんですよ。もう現実世界で物流の仕事とかをこなしてるんです。じゃあなんでこんなにみんな必死になってるのか。理由はシンプルです。この市場に眠ってるお金の規模がもうとんでもないからなんです。ゴールドマン・サックスが最近予測を更新したんですけど、このヒューマノイドロボットの市場、2035年までにはなんと38億ドル、日本円にしたら5兆円を超える巨大市場になるって言ってるんです。これはもう次の産業革命の主役をかけた戦いですよね。というわけで今僕たちの前には世界を変えるための2つの全く違う道があるわけです。1X が選んだのはまず家庭から、僕たちの毎日の生活を豊かにすることから始めるというアプローチ。一方でテスラやフィギュアはまず工場から、世界の生産現場や物流、つまり労働そのものを変えることから始めるというアプローチです。もうこの技術が世界を変えるかどうかっていう議論の段階は終わりました。問題はその革命の第一歩が僕たちの家庭で起きるのか、それとも工場で起きるのか。世界を最初に変えるのは一体どちらのロボットになるんでしょうか。その答えは多分僕らが思っているよりずっと早く明らかになるはずです。ちょっと想像してみてほしいんです。はい。あなたの家のリビングで人間と同じくらいのサイズのロボットがですね、洗濯物をきれいに畳んでくれたり、ええ。あとはキッチンで夕食の準備を手伝ってくれている光景とか、なるほど。あるいは巨大な自動車工場の薄暗い通路を疲れを知らない人型ロボットたちが24時間体制で黙々と歩き回って作業をしている姿とか。まあよくある SF 映画のワンシーンみたいな感じですよね。そうなんですよ。遠い未来の夢物語だって思いますよね。でも実はいよいよ2026年、これが現実の製品として私たちの生活や職場にやってくるという衝撃的な事実を皆さんはご存知でしょうか。かつてはですね、大学の最先端の研究室で太いケーブルにつながれてやっと歩いていたようなヒューマノイドロボットがですよ、ついに私たちの手の届く消費者向け製品として出荷されようとしているんです。テクノロジーの進化のスピードがいよいよ現実の物理世界に追いついてきた歴史的な転換点ですね。というわけで今回の深掘りではこの信じられないような現実の最前線に迫ります。はい。ミッションは大きく分けて2つあります。まずはノルウェーの 1X 社が発表した家庭用ヒューマノイドニオの現状と、それがどう進化していくのかを解き明かすこと。そしてもう一つですね。そうです。後半ではテスラやフィギュアといった競合企業が世界の産業の裏側で繰り広げている激しい市場競争の実態を整理していきます。今回も各社の製品レビューから技術レポート、企業のプレスリリース、さらには市場分析レポートまでかなり分厚い資料の束を読み解きましたね。徹底的に読み解きながらあなたにとって一番役に立つ知識のエッセンスを抽出していきますよ。この膨大な資料を見ていくと、これが単なる新しい便利な家電が登場したというレベルの話ではないことがはっきりとわかります。そうですね。私たちの働き方とか時間の使い方、生活のあり方そのものを根底から崩す巨大なパラダイムシフトが起きているんです。さてまずは私たちの身近なところからいきましょう。2026年にいよいよ家庭にやってくる 1X 社のニオからです。世界初の消費者向け家庭用ヒューマノイドとして出荷される予定のものですね。はい。資料にあるスペックが本当に信じられないんですよ。身長は165センチ。ここまでは普通の大人と同じくらいなんですが、体重がわずか30キロなんです。30キロって小学校の中学年くらいの軽さですよね。なのに自分よりはるかに重い70キロのものを持ち上げることができる。しかも動作音がたったの22デシベルなんです。22デシベル。今あなたが使っている最新の静かな冷蔵庫よりも音がしないレベルです。そこがすごいですよね。そこがまさに 1X 社の設計思想の核心をついています。従来の産業用ロボットとは全く異なる家庭第一というアプローチですね。家庭第一。ニオがなぜこれほど軽くてしかも静かなのか。その秘密はテンドン駆動というシステムにあります。簡単に言えば人間の筋肉と腱の構造を模倣しているんです。従来のロボットって硬い金属の歯車とか強力なモーターでガシャンガシャンと動くイメージじゃないですか。全く違います。従来のロボットはミリ単位の正確な位置制御をするために非常に剛性の高い硬いモーターを使います。はい。ただその硬い腕で人間にぶつかってしまったら大怪我をさせてしまいますよね。一方ニオのテンドン駆動はワイヤーを引っ張ったり緩めたりすることで関節を動かします。ワイヤーで動かすと。これにより万が一人間にぶつかった時でも機械側が自然に力を抜いて譲ることができるんです。つまり物理的に人間を傷つけない柔軟性、コンプライアンスを持っています。なるほど。でも機械が譲るって具体的にどういう感触なんでしょうか。資料には全体が柔らかい 3D ラティス構造のポリマーで覆われているとありますが、触るとどんな感じかというと低反発マットレスみたいな感触が近いですね。低反発マットレス。硬い骨組みの周りを衝撃を吸収する高密度のスポンジとか形状記憶素材のようなもので包み込んでいる状態です。関節部分には指を挟まないような防止機構も備わっています。なるほど。子供が突然抱きついてきたり、ペットが足元を走り回ったりするような予測不可能な家庭環境で安全に共存することをハードウェアのレベルで最優先しているわけです。だからこそ万が一倒れてきても致命傷にならない30キロという超量ボディに行き着いたわけですね。安全第一の設計。はい。となるとあなたが一番気になるのはお財布事情だと思います。これいくらなのって気になりますよね。驚かないでくださいね。一括買取で2万ドル、日本円で約300万円程度、さらに月額499ドル、約7万円のサブスクリプションモデルも用意されています。これをロボット産業全体の歴史から見るとどれほどの価格破壊かがよくわかります。これまで工場で稼働していたような高度なロボットは数千万円から
から1億円以上するのが当たり前でしたから。それがちょっとした中古車を買うような価格で、あるいは毎月家事代行サービスを何度か頼むような感覚で導入できるようになったんです。月額7万円と聞くと安くはないですが、例えばこれで毎日の皿洗いとか洗濯、掃除の時間が週に20時間節約できるとしたら、費用対効果はとんでもないことになりますよね。そうですね。でもここであなたも疑問に思うはずです。2026年に月額7万円払えば、いきなり完璧なメイドロボットが届いて初日から家のことを全部やってくれるのって。そこに関しては非常に現実的なアプローチが取られています。結論から言うと、2026年の出荷時点では完全自立型ではありません。完全ではない。はい。自立稼働率はだいたい 30% から 70% 程度と予測されています。基本的な部屋の移動やドアの開閉とか、決まった場所への物の移動などは AI が自動で行いますが、ちょっと複雑なことは難しい。散らかった子供のおもちゃを分類して片付けるとか、初めて見る形の洗濯物を畳むといった複雑なタスクは、まだ AI だけでは対応しきれません。なるほど。じゃあ、ロボットがフリーズして終わっちゃうのかというと、そうじゃないんですよね。そうじゃないんです。ここで登場するのがエキスパートモードです。ネオが自分じゃどうしていいかわからないってなった時に、YX 社のコントロールセンターにいる人間のオペレーターに助けを求めるシステムですよね。その通りです。助けを求められたオペレーターが VR ヘッドセットを使ってネオの視界に入り込み、遠隔操作でタスクを代わりにこなしてくれます。初日から使い物にならないという事態を避けるわけですね。この AI と人間のハイブリッドモデルが優れているのは、ユーザーにとって確実に役に立つ状態を保証できる点です。そして何より重要なのは、オペレーターが遠隔操作でタスクをこなすそのプロセス自体が、ネオの AI にとって完璧な学習データになるということです。そこなんですよね。人間がどう状況を判断し、どう手を動かしたかという専門知識が、そのままクラウド経由でロボットの脳に蓄積されていきます。ここが今回の資料の中で私が一番興奮したポイントなんですが、ネオの頭脳にはレッドブッド AI という独自の AI に加えて、新たに発表されたワールドモデルが搭載されていますよね。はい、あれは画期的です。これインターネット上にある膨大な数の動画データを見て、ロボットが自分で物理法則や世界がどう動くかを予測して学習する仕組みだと。その通りです。つまりこれっていちいちプログラマーが T シャツの畳み方をコードで書かなくても、ロボット自身が YouTube の家事チュートリアル動画を片っ端から見て勝手にやり方を理解してしまうってことですか？まさにそういうことです。人間のプログラミングというボトルネックが完全になくなるんです。従来のロボット開発における最大の障壁は、一つ一つの動作を手取り足取り教え込まなければならない点でしたから。しかしワールドモデルは、動画から重力とは何かとか、布はどう折れ曲がるかといった普遍的な物理法則の概念を獲得しています。概念そのものを。資料にあった例が象徴的ですが、見たこともないデザインのトイレの便座を開けるとか、アイロンをかけるといった過去の学習データに全く存在しない未知のタスクであっても、動画から得た汎用的な知識を応用して自律的に実行する方法を導き出せるんです。教えていないことでも、人間が動画でこうやっていたから目の前のこの物体もこう動かせばいいんだなって自分で考えて実行できると。そういうことです。ロボットが自分で経験を積み、自分で賢くなっていくという自己学習のフライホイールが簡単に回り始めるわけですね。ただそうなると当然、家の中に常にカメラとマイクを持ったインターネットにつながっているロボットがいることになります。プライバシーへの懸念は消費者が最も敏感になる部分です。どんなに便利でも監視されていると感じれば誰も家には入れませんから。その点 1X 社の設計はコンシューマー向けに作り込まれていますよね。アプリ上で寝室とか浴室を立ち入り禁止ゾーンとして設定できたり、ノーゴーゾーンですね。オペレーターが遠隔操作で入ってくる際には、家族の会話が聞こえないようにする音声のマスキング機能が作動しますし、カメラの映像も家族の顔や個人的なアイテムには自動でぼかしが入るそうです。家庭という最もプライベートな空間に受け入れてもらうためには、見られたくないものは見られないという心理的な安全性の担保が不可欠です。消費者向け製品のハードルを非常によく理解した設計だと言えます。さて、ニオがリビングルームを制覇しようとしている一方で、世界の産業や製造の最前線では全く別の次元の戦いが起きています。ここからは視点が変わりますね。1X 社がお皿を割らないことに集中している間、他の企業は世界のサプライチェーンそのものを書き換えようとしています。圧倒的な技術力と資本で猛追するフィギュアとテスラの動きを見ていきましょう。産業用途において今最も注目を集めているのが、アメリカのフィギュア社が開発するフィギュア02です。彼らはすでにドイツの BMW の米国工場において自動車製造の現場で24時間体制のパイロット稼働テストを実施しています。フィギュア02の凄さについて資料を読んで驚いたんですが、歩きながら作業するというのをスムーズにやってのけるそうですね。ロコマニピュレーションと呼ばれる技術です。ロコマニピュレーション。これってロボットにとってはそんなに難しいことなんですか？非常に困難な課題でした。想像してみてください。人間にとっては当たり前ですが、重いものを持ち上げれば体の重心が移動します。一歩踏み出せば腕が届く範囲も変わりますよね。腕の動きと足の動きが互いにバランスを崩し合う要因になるんです。そのためこれまでのロボットはまず指定の位置まで歩く、完全に立ち止まってバランスを取る、そして腕を動かして物を掴む、元の姿勢に戻ってからまた歩くという非常にぎこちない段階的な動きしかできませんでした。カクカクとした昔ながらのロボットダンスみたいな動きですね。でもフィギュア02はそれを人間のように滑らかにこなします。その背後にあるのがシステム0と呼ばれる新しい AI 基盤です。システム0。これ1000時間以上の人間の動作データを直接 AI に読み込ませて、人間が手作業で書いていた10万行以上の制御コードをニューラルネットワークに置き換えてしまったんですよね。そうです。つまり AI がバランスを取りながら動くという人間のマッスルメモリーを丸ごと学習してしまったと。その表現は非常に的確ですね。人間が無意識に行っている力の強調や姿勢の制御という暗黙知を AI がデータから抽出し、全身を連動させる連続的な制御を実現したんです。そしてさらに驚異的なのはハードウェアの精度です。そう、ここも衝撃的でした。指先に搭載されたセンサーはなんと 3g の微細な力の変化を感じできるんですよね。3g です。これによって手のひらに内蔵されたカメラを使い、隠れた薬箱の中から小さな錠剤をたった一つだけつまみ出すといった極めて繊細な作業が可能になっています。重い車の部品を運ぶパワーと錠剤をつまむ器用さを両立しているんです。そしてこの市場のルールを根底から力ずくで変えようとしているもう一人の巨人がいます。それがテスラです。
ここで今回の深掘りの中でも最大のニュース爆弾を投下しますよ。はい。テスラが自社の派遣モデルである高級 EV のモデル S とモデル X の生産を終了するんです。大きな決断でしたね。そしてその工場のリソース、広大なスペース、人材をなんと人型ロボットオプティマスの量産ラインへと完全に転換するという事実が明らかになりました。これ例えるならアップルが今日から iPhone の生産を止めてスマートグラスだけを作りますっていうようなものですよね。前代未聞の規模です。自動車メーカーとして長年築き上げてきた生産ラインを閉じてまでロボットの量産にかける。これが意味するのはテスラという企業が単なる電気自動車メーカーから現実世界で動く AI を作り出すフィジカル AI 企業へと完全にピボットした歴史的な瞬間だということです。フィジカル AI 企業への転換。イーロン・マスク氏自身も将来テスラの企業価値の約 80% はオプティマスによるものになると豪語していますから。車の製造で培った圧倒的な大量生産のノウハウとかバッテリー技術、モーター制御技術がそっくりそのまま巨大な工場でオプティマスの量産に注ぎ込まれる。想像するだけで恐ろしいスピードで普及しそうです。ここまで来ると各社の戦略の違いが非常に鮮明に浮かび上がってきますね。そうですね。1X 社のニオは徹底して安全性と親しみやすさを追求した家庭用消費者第一のアプローチ。はい。テスラのオプティマスは自社工場での圧倒的な製造スケールとコスト競争力を武器に、まずは産業界を面で制圧していずれ家庭へと展開するアプローチ。面で制圧ですか。そしてウェギョの Figure02 は極めて高度な自律性と人間レベルの器用さを武器に自動車工場や物流の最前線を狙うプロフェッショナル志向です。それぞれの戦い方があるわけですね。ではここまで聞いてくださっているあなたにとってこの激変は結局どういう意味を持つのでしょうか。皆さんの生活や働き方がどう変わるかという部分ですね。例えば 1X 社は世界有数の投資ファンドである EQT と提携して2030年までに最大1万台のヒューマノイドを物流やヘルスケアの現場に展開する計画を発表しています。あなたの職場に人間と同じサイズのロボットの同僚がやってくる日はすぐそこなんです。ビジネスの観点、特にマネジメントの概念が根本から変わりますよ。マネジメントが変わる。はい。これまで私たちは人間を雇って分厚い作業マニュアルを作り何日もかけて OJT で教育していました。しかしこれからはロボットに向かって音声でパレットにある荷物を向こうの棚の空いているスペースに運んでおいてと指示するだけで済みます。喋りかけるだけでいいんですか。そうです。高度な言語モデルが組み込まれているため曖昧な指示でも文脈を理解して自律的に動いてくれるからです。マニュアル作りも新人研修もいらなくなる。しかも文句も言わずに24時間365日働いてくれるわけですよね。コストの面でも驚きです。初期投資を稼働年収で割ったシミュレーションでは1日あたり約20ドル、日本円で3000円弱で稼働するというデータもあります。1日3000円以下です。1日3000円以下で24時間働くワーカーが手に入る。社会保険料も福利厚生費もかからない。純粋なオペレーションコストとして計算できるわけです。ゴールドマン・サックスの予測によれば、このヒューマノイドロボットの市場規模は2035年までに380億ドル、日本円で数兆円規模に達するとされています。380億ドルですか。はい。世界的な人手不足が深刻化する中で、企業はロボットを単なる便利な機械としてではなく、戦略的な人材リソースとしてどう調達し、人間と共同させるか、その適応力が企業の存続を決定づける時代に突入したと言えます。さて、今回の深掘りから見えてきた2026年というヒューマノイド元年の全貌を少し振り返ってみましょう。はい。家庭では柔らかくて安全なニオが YouTube の動画から家事を学習しながら私たちの暮らしを優しくサポートし始める。一方、世界の工場や物流拠点の最前線ではフィジア02やオプティマスといったフィジカル AI たちがかつてない精度とスケールで現実世界を書き換えている。これが私たちが今立っている現在地です。この技術の進化は単に人間が労働から解放されて楽になるという単純な話ではありません。私たち人間とテクノロジーの距離感がゼロになり、その関係性を根本から再定義していくプロセスそのものだと言えますね。そうですよね。最後にあなたに一つ面白い想像をしてみてほしいんです。はい。ロボットたちは今インターネット上の動画や人間の行動を直接観察することでまるでスポンジのように日々学習して賢くなっています。もしあなたの家や職場で常にあなたを観察して学ぶ30キロのルームメイトや同僚がいたとしたら、なるほど。彼らはあなたの良い面や効率的なやり方だけを学ぶとは限りません。私たちが無意識に行っている奇妙な癖や非効率な習慣、あるいはちょっとしたサボり方まで学んでしまうかもしれない。そうなんです。ロボットがそのまま学習して真似し始めたとき、私たちはロボットに良いお手本を見せるために自分自身の行動や生き方をどう変えざるを得なくなるのでしょうか。完璧な学習能力を持つ AI を前にして最終的に試されているのは実は私たち人間自身の振る舞いなのかもしれませんね。それでは今回の深掘りはこの辺で。次回もまたあなたの好奇心を強く刺激する新たなテーマの資料を用意してお待ちしています。お楽しみに。